2024年数々のプラモデルを作り傷つけ汚してきたダーティのプラモガレージ。そんな作品たちを今回は振り返る。どうもダーティです。今回は2024年の作品の完成動画比較アップ動画のみの総集編です。初めの頃はかなり恥ずかしい動画となっていますが、改めて見返すと楽しい記憶が蘇ります。また各作品ごとにチャプター分けしていますので活用していただければと思います。では振り返っていきましょう。すみません。撮影初期と終盤で撮影環境を変えてしまい、比較動画が大変お見苦しいものとなってしまいました。以後このようなことがないようにします。申し訳ないです。雰囲気だけでも比較してみてやってください。では完成動画です。こちら比較ですね。白が貴重なのでエッジを際立たせたり、塗り分けやウェザリングでの情報量の追加、そしてモールドを彫り直すことでしっかりとキット自体の見せたかったディティール、シルエットを作り出せたんじゃないかなと思います。あとは艶消しのメタリック塗装もうまく鈍い金属感が出せましたかね。今回のバルバトスは半分は愛でできています。ということでこちら比較ですね。素組みの時背景が白だと白飛びしちゃうので黒にしています。比べるともう完全に別物ですよね。今回はサフからの筆塗り塗装、ウェザーリングの重ねでかなり複雑な色味が何十種類も混ざっているので HG なのにスケール感も増してかなり迫力ある仕上がりになりました。塗装の色味などは好みで調整していただければと思います。僕は今回結構汚し目で行っているんですが、イメージはドップとかマゼラアタックの大群と戦闘しているガンダムというコンセプトですね。仕上がりが分かりやすいように今回ズームで一周回しています。
ズームにするともう少し丁寧にした方がいい部分もちょっと見えてきますね。反省部分は今後の制作に生かしていきます。では比較を見ていきましょう。今回は汚れた印象を与えないように全体的にウェザリング作業でくすみをつけて使用感を表現するという作品に仕上げました。本体の艶消しをしたパーツだけにウェザリングを施し、ゴールドパーツには3種類のゴールド、プラウドディフェンダーにはパールシルバーと汚しを抑えて光沢やメタリック塗装することによってメリハリをつけて仕上げてみました。ではズームで見ていきましょう。エッジ部分を強調するだけならエッジに塗料をつければ楽なんですが、一つずつの面に対してくすみをつけて汚く見えないような陰影のつけ方を意識しました。ゴールドも単色にせず色味を分けることによってそれぞれのシルエットがはっきり見えるようにしました。プラウドディフェンダーは程よい光沢をつけるようにしました。パール塗装してクリアシルバーだと多分すごく丸みを帯びた印象になるので、全体のバランスがいまいちだろうと思いこの塗装を行いました。では比較です。今回はパーツ一つずつ丁寧に作業し、チッピングやグラデーションによってやんわりした曲線の多いダリルバルデをパキッとしたシルエットに見えるように仕上げました。もともとがマッシブな印象のデザインなので、しっかりとダメージ加工や金属表現することでより鈍重な感じになったと思います。割と赤い機体だと茶色系の墨入れをする方も多いかと思いますが、ウェザリングに負けないように今回はかなり黒めの色で墨入れをしました。アップで見ていきましょう。水星の魔女の世界では実弾はなくビーム攻撃が主になるので、今回は焼け焦げたダメージ表現を大きく数箇所に絞って行いました。それだけだと淡白なので破片によるダメージということで少し傷を追加しました。では比較ですね。今回はウォッシングで墨入れとトーンダウンをして、チッピングで使用感を出して、ウェザリングマスターで陰影をつける、この3点のみのウェザリング作業で仕上げてみました。かなり限定した作業でしたが、もともとリアルグレードは情報量も多いですし、今回はデカールも使用してこれだけで十分な情報量だったのでシンプルに汚しました。アップで見ていきましょう。ワンパーツずつ丁寧に作業することによって全体的に汚れた印象を与えずに仕上がったと思います。またリアルグレードならではのフレームにアーマーをつけていくという仕様によってエッジ部分を汚すだけでかなりいい具合にバランスが取れて悩むこともないと思います。では比較です。今回はウェザリング作業を大胆に行いがっつり汚してミリタリー感をマシマシにしました。
もともとの成型色がブラウンやくすんだグリーンなので、そこに黒系やリアルタッチマーカーのブラウン、赤サビでトーンの幅をさらに広げ、金属感やサビ感で情報量を追加しました。差し色のイエローや GN コンデンサーのレッドのおかげでメリハリがついて淡白な仕上がりにならずに済んでいるのはキットのおかげです。ではアップで見ていきましょう。クリアパーツに反光沢を初めて吹いてみたのですが、程よく汚れも乗って今回の機体にうまく馴染んでくれました。でこのキットはパーツ数の割には凹凸が多くて、エッジを強調するだけでも面がはっきりしてかなり見栄えするいいキットだと思います。コマンドソードは今回の一番のお気に入りポイントですね。アンテナもシャープにしすぎず武骨な感じにして、スタイリッシュさよりも今回は泥臭い感じにしています。では比較です。素組みの時よりさらに引き締まった印象になって、よりかっこいい細マッチョ感に仕上がりました。白いパーツに黒色で墨入れすると浮いたような感じになるのですが、全体を汚すことによって違和感なくキットのモールドやディテールを強調できました。合わせ目などは段落ちで処理されているのもありがたいポイントですね。で次はアサルトシュラウド装着後ですね。細マッチョから一気に重装備でマッシブな印象になります。で素組み前よりもウェザリング後の方が金属表現も相まってさらに重厚感が増しています。背面の塗り分けも筆塗りでしたが、汚しでごまかしてバシッと決まってます。ブルーポイントもいい感じのアクセントになりました。ではアップで見ていきましょう。今回は基本的なパーツのシャープ化、部分塗装による塗り分け、デカールシール、ウェザリングを2種類と少しずつ違う情報量の増やし方をして制作しました。めちゃくちゃ筋彫りを頑張るとか、デカールシールを貼りまくるとか、小難しいことはせずとも基本的な簡単な作業で情報量を足していくだけで十分魅力的な作品に仕上げれたと思います。では比較です。完成後の方に勢い余って武器を待たせてしまっています。すみません。で今回は9割型塗装に重きを置いた製作になりました。10色ぐらいによる塗り分け、また1つのパーツに対しても細かく塗装することによってパーツが細分化されたように見えるので情報量の追加になります。デカールシールによるラインやマークもさらに情報量の補いにもなっています。ではアップで見ていきます。今回は簡易的なパーツ処理のみで全部合わせ目を消したりはしませんでした。そもそもキット自体のプロポーションやディテール、パーツ分けがいいので今回のようなメタルビルド風仕上げが成立しています。顔だけでも6色ですからね。すみません、途中でいいのが出撃してしまいました。では比較です。
もともとのウェブライダー形態のプロポーションがいいので、ウェザリングで一体感も増してよりかっこいい仕上がりになりました。今回はパーツを一つずつランダムに汚しを入れているので、違和感ない汚れ方をしています。モビルスーツ形態ですね。全体的にサイドが落ちておもちゃっぽさがなくなり、スケール感が出ています。艶消しを吹くだけでプラスチック特有の質感はなくなりますが、ウェザリングすることによってリアリティが出て説得力が増します。今回背景を白で撮影しているので特に分かりやすいのですが、白いパーツにも一体感がしっかり出ています。アップで見ていきます。バックパックも真っ黒なので、グレーでのウォッシングによりシルエットがはっきりしています。パーツ分けも細かく、合わせ目などもしっかり配慮されているので、パーツ処理しなくても十分見栄えがいい優秀なキットですね。では比較です。シャープ化を少しずつ積み重ね、延長工作で寸詰まり感が解消され、今風のスタイリッシュな仕上がりになりました。合計で 3mm の延長ですが、144分の1なので、バランス的には 43.2 センチ分の延長になります。メタリック塗装にがっつりウェザリングは浮いてしまうので、ウォッシングでくすませてから汚し作業をして違和感がないようにしました。くすんではいるけども、しっかりメタル感も残っていい感じに仕上がりました。ではアップです。全体的にがっつりと汚しを入れて、劇中にもある圧倒的質量の敵との戦闘をイメージしてウェザリングしました。一部モールドを削ったりして、もともと肉付きのいい丸っぽい体型からすっきりした印象にしています。では比較です。このキットの最大の持ち味であるハイディテールを生かすために、ワンパーツずつ丁寧にドライブラシしたり、グラデーションで陰影をつけたりしてディテールを際立たせました。装甲の表面にもウェザリングでかなり複雑な色味の幅を持たせてスケール感を出し、重厚な仕上がりになったと思います。ではアップです。今回は無塗装の成型色生かしでウェザリングして製作しましたが、シリンダーや動力パイプを塗り分けて作ってもよりメカメカしい感じになってかっこいいだろうし、今回とはまた違う複雑味を味わえるだろうなとか、作っていていろんなアイデアが湧いてくるキットでした。ワンパーツずつの作業が多いのでかなり手間暇はかかりますが、その分しっかりと作品に反映されました。では比較です。今回は元々の成型色がグリーンは濃く暗めで、オレンジは鮮やかな明るい色だったので、まずホワイトでウォッシングして体色表現を行い、さらにグラウンドブラウンで薄く汚し、二重ウォッシングでウェザリング作業のベースとしました。成型色のままで汚していくとグリーン部分は目立たず、オレンジと白のパーツだけがすごく汚れた仕上がりになりそうだったので、今回のウェザリング手順にしました。ではアップです。元々の配色が迷彩っぽい色なので、陸線仕様風に雨だれや錆を書き込んでも違和感なくしっかりと馴染んでくれました。
今回はしなかったのですが、ウェザリングマスターなどで砂汚れを加えると完全な陸線仕様の汚し表現ができますので、違うキットで試してみていただければと思います。では比較です。今回はメインカラーとなるブラウンを成型色より割と濃く暗めにしています。パッケージイラストのような夜の戦闘をしている感じを出したかったので、明度と彩度は低めです。あと今回ヒートフォークに蛍光塗料で塗装しているので、マウントするならもう1本用意した方が良さそうですね。ただ機体が暗めな分、光らした時の効果は絶大です。ではアップです。今回は筆塗りでの全塗装で、塗りムラや筆の跡をあえて出すことによって、それ自体がすでにウェザリングになっていて、エアブラシの塗装では味わえない塗料の混じりや色味の変化を楽しめます。そこにさらに塗装剥がれや金属表現、すす汚れに錆加工とウェザリングで様々な表現を加えることによって、よりリアリティにスケール感のある仕上がりになりました。一部失敗した箇所もありますが、全体的には納得いく作品になりました。復讐のレクイエム自体の映像がすごすぎて、それに近づけたくて今回がっつりと汚しました。少しは近づけることができたかなと思います。で、今回細かな要素が多いので、アップでの映像を各所長くしています。複雑味が少しでも伝われば嬉しいです。では比較です。今回は成型色を生かした制作で、手順もシンプルかつスタンダードにして、ウェザリング自体も簡単な作業で、傷の表現や汚れ、陰影を軽くつけて、あまりリアルになりすぎないようにして、アニメでの熱いガンダムファイトを彷彿させるようにしました。もともとの造形が素晴らしいので、エッジ部分を強調して輪郭をはっきりさせるだけで締まりのある仕上がりになりました。ではアップです。足のパーツはほぼ白色で大きく、しっかりめに汚した方が全体のバランスは取れると思います。そして今回ウェザリングマスターの作業後にトップコートを拭きましたが、いつもはそのままで仕上げるのですが、ドラゴンガンダムは完成後も触って遊べるので、ウェザリングマスターが落ちないようにトップコートをしました。仕上がりとしては少し薄くなったので、もう少し濃くウェザリングマスターをつけても良かったですね。では比較です。素組みだけでも十分素晴らしい造形と成型色で、対象年齢も高いキットのため、シャープ化やディテールアップは今回不要でした。なので鎧の質感や汚れ、傷に錆、
さらに血の表現という塗装とウェザリングで細やかな情報量を加え、よりベルセルクの世界観を再現するような形で制作しました。ではアップです。今回はまずベースとなる落ち着いたメタルブラックで下地を作り、焼き鉄色の細やかな金属粒子を利用して金属の研磨した流れの表現や鎧としての重量感を出し、さらにブラックのウォッシングでメリハリをつけて様々な黒色で複雑味を持たせました。サビも赤黒くしてグラデーションのようになじませて目立ちにくくして、見る角度で金属感が強かったりサビが濃く見えたりと面白い仕上がりになってくれました。血の表現も濃淡をつけて結構多めに塗装し、そりゃ毎夜毎夜これだけ血を浴びてたら錆びるよねっていうような説得力も出ますし、何よりロボット系以外のプラモデルを作るのが初めてだったので、血を塗るのが楽しくてやりすぎた感は否めませんが、片方の目だけ光るのもめちゃくちゃかっこいいですよね。ではアップです。今回は使う材料も少ないですし、工程数も少なく簡単にチャレンジできるビネットを作りました。土台だけなのにしっかり雰囲気作りができてかっこいいし、ディスプレイするのも小スペースで済むのでいいことずくめですね。いかがだったでしょうか。ウェザリングといっても様々な手法があり、塗料や工程順、度合いによっていろんな表現ができるから楽しいですよね。これからもいろいろ試しながら制作を楽しんでいきたいと思います。それと先日チャンネル登録者数が1000人を超えました。本当にありがとうございます。感謝しかありません。引き続きダーティのプラモガレージをよろしくお願いいたします。次はしっかり制作動画を上げますのでお楽しみに。ではまた。